こんにちは。カムル研究会の西尾です。今回のテーマは、人の運動システムの作動の特徴シリーズその1、人の運動は無限に変化するについてお話ししたいと思います。サブタイトルに状況性という作動となっています。人の運動システムにとって、この状況性という作動は非常に重要です。これを知っていると、障害を理解したり、アプローチを考えるときに非常に役立ちます。では、始めましょう。まず人の運動、例えば歩行を観察してみましょう。真ん中のイラストは平地を歩くときの普通の歩き方ですね。左の矢印に行くと、前から人が迫ってくるので、いやいやと言いながら後ろへ下がっている様子です。左下は水田を歩いている時の様子で、右足を泥から抜くときに下垂足の形になるのは、泥から足を抜くときの抵抗を小さくするため、また、つま先をしっかり泥から抜くために、膝を普段より高く上げます。真下は一本橋を横歩きで渡っています。人によっては両手を広げて綱渡りのように前方に歩いて渡ります。右下は急な斜面を登っています。思わず両手も使っていますね。右上は靴をできるだけ濡らしたくないので、水たまりをつま先立ちになって歩いています。こんな風に健常者は必要な運動課題、例えば歩行での移動するために環境や状況の変化に応じて運動の形ややり方を変えて適応的に課題達成維持するという作動の特徴があります。例えば田んぼを歩くときには一番ふさわしい歩き方に自然に切り替わるのです。カムルではこの作動の特徴を状況性と呼びます。この特徴はおもちゃのロボットと比べるとよくわかります。テーブルの上でおもちゃのロボットは歩いていると表現される運動をしますが、例えば10円玉を踏んでしまうと、簡単に転倒して倒れたままそれまで歩いていると呼ばれた運動をひたすら繰り返します。もう歩いているとは言えませんね。つまりこのロボットはどんな状況でも単に同じ両下肢の交互運動を繰り返すシステムなのです。状況性の作動は全く見られません。逆に人は状況変化に応じて運動を変化させ、課題達成を維持するシステムなのです。では次に肩麻痺患者さんで状況性について考えてみましょう。つまり状況変化にどのように対応するかですね。例えば歩行では部屋の中を歩けてもアスファルトの道路、傾きや起伏があって引っかかりやすい路面では歩けない方もおられます。また起立では食堂の椅子からは立ち上がれてもソファーからは一人で立ち上がれない方もおられます。状況によっては歩けない、起立ができないわけで、状況性の作動が低下しているのです。それでリハビリではできるだけ状況性を改善することが重要です。歩くなら単に室内を歩くだけでなく、できるだけ多くの環境内、状況内で安全に歩けるといった目標が重要です。では次に状況性を改善するにはどうするかを考えてみましょう。そもそもどうして状況性という作動が可能になるかというと、人の運動システムは様々な状況変化に対応するために、無限に運動変化を生み出す仕組みを持っているからです。その仕組みとは、健常者は筋力、柔軟性、持久力などの身体の運動リソースは、通常の生活を送るには必要以上の豊富さを持っています。また、利用可能な環境内のリソースも豊富にあります。さらに人間は杖や車椅子などの道具も新たに作り出すことができます。だから人は自分の身体や身の回りの環境で非常に豊富な運動リソースを持っているわけです。また、適切な運動認知を持っています。運動認知は運動リソースの意味や価値、利用方法を理解し、運動スキルを生み出す、創造する能力です。健常な人は普段から実に様々な身体活動や日常生活活動を通じて適切な運動認知を身につけ維持しています。それで豊富な運動リソースを適切な運動認知を通して課題達成のための柔軟で実用的な運動スキルを多彩に生み出すことができるのです。
これが無限に運動変化を生み出す仕組みです。よく筋力を増やせばできるようになるよとのんきに言われるセラピストがいますが、筋力は単に力に過ぎません。単なる力は何も成し得ません。大事なのは、体に備わる筋力や柔軟性、持久力、環境内の道具などの運動リソースをどのように課題達成のために計画し、使っていくかという運動スキルです。これが必要な生活課題を達成するのです。では、障害があるとはどういうことかをカムルの視点からもう一度おさらいしておきましょう。1、まず身体リソースが病気や怪我で貧弱になる、あるいは失われます。2、そのため利用できる環境リソースが貧弱になる、あるいは失われます。3、また活動量、活動の多彩さが貧弱になり、運動認知も不適切になります。4、そうすると適切で多彩な運動スキルが生み出せなくなります。5、結果、必要な生活課題が達成できなくなります。これが障害があるということです。では、リハビリではどうするかというと、1、まずは改善可能な身体リソースをできるだけ改善することです。筋力、柔軟性、持久力、痛みなどの身体リソースを改善します。次に2、利用可能な環境リソースをできるだけ工夫し、増やすことです。例えば、自助具や手すりなどの環境内で利用可能なリソースを工夫し、増やします。同時に3、運動認知を適切にアップデートすることです。現在の身体と環境との関係を知り、改善した筋力や柔軟性で何ができるか、どのようにできるかを探索し、アップデートするのです。そして4、必要な生活課題を工夫提供して、運動スキル学習を進めます。では、運動スキル学習の重要なポイントを簡単に説明します。詳しくは講習会で説明します。一つ目は、セラピストが運動スキル自体を直接教えることはできません。運動スキルは患者さんが自ら発見し、試して初めて使えるようになるのです。患者さんの体の使い方は患者さんにしかわからないからです。だから患者さん自身が試行錯誤して使える運動リソースを探索し、その利用方法を発見して運動スキルを生み出す必要があるのです。2、そのためにセラピストは患者さんが運動リソースを探索し、それを利用して運動スキルを生み出す、そのお手伝いをするのです。一番大事なのは、1、適切な運動課題設定をすることです。患者さんの運動スキルは、適切な課題を達成する過程から生まれてきます。課題が不適切だと、これはうまくいきません。あと、2として、セラピストは運動スキルを直接教えることはできなくても、患者さんに有効なアドバイスができます。患者さんにとって運動スキル発見の良いきっかけになることが多いのです。もう一つ、3として、患者さんの生み出した運動スキルの洗練化、熟練化があります。例えば、肩巻き患者さんが分回し歩行のスキルを発見されたら、その分回し歩行の運動スキルがより安全に、より早く、より効率的に歩けるように分回し歩行スキルを洗練、熟練するお手伝いをすることができます。さて、最後のまとめです。人の運動システムの状況性という作動の特徴をもとに、運動変化や障害、リハビリのアプローチを説明しました。2、状況性とは、状況変化に応じて課題を達成、維持する働きです。どんな障害になっても、人の運動システムにとっては、状況性という作動の特徴をできるだけ改善することが、患者さんの適応性を改善することになります。3、だから常に運動リソースを豊富化して、運動認知を適切にアップデートして、運動スキル学習を工夫することで状況性を改善できます。さて、これで今回はおしまいです。では、講習会で会えることを楽しみにしています。それでは、さよなら。